皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。私は半年ほど前に iPad の第4世代スペースグレーの色味を購入して毎日仕事やプライベートで愛用しています。今回は iPad を活用する私の一日をご紹介していきます。まず朝起きたら最初に朝の運動をします。最近は iPad で YouTube を見ながら運動をしています。 iPad スタンドはサイジというメーカーのもので Amazon のセールで安くなっていたので購入しました。定価でも1600円ぐらいでシンプルでかっこいいのでお気に入りです。 YouTube ではダイエット用の再生リストを作っていて、そこから毎朝動画を選んで20分くらい運動しています。最近ハマっているのはこちらのももみさんというチャンネルです。すべてのトレーニングが4分ぐらいなので毎朝無理なく運動しています。以前は任天堂スイッチを購入してフィットボクシングやリングフィットアドベンチャーをしていたんですが、ちょっと準備に時間がかかってしまって億劫になってしまったので、最近は気軽に iPad で YouTube を見ながら運動するのにハマっています。朝の運動が終わったら次に身支度をしていきます。身支度の間は最初はボイシーで耳からの情報をインプットするんですが、それが終わった後は ABEMATV で一般的なニュースにも目を通すようにしています。身支度が終わったら続いて情報収集タイムでも iPad を活用しています。パソコンを開くとメールやチャットが気になってちょっとお仕事モードになってどうしても他のことをしてしまうので、最近は iPad を使って情報収集をしています。私は以前に動画でもご紹介しているんですが、Feedly というサービスを使って自分が気になっているメディアサイトなどからの記事を全部まとめてざっと見て、気になったものだけをポケットというサービスに連携をしていきます。一通りFeedlyでニュースをチェックしたら、ポケットの方で読みたいと思った記事をゆっくり読んでいくという流れになります。読む時間がないときは移動中にポケットの機能を使ってオーディオ再生をして耳から聞いています。続いて読書の時間です。最近は朝の時間に10分でもいいので読書タイムとその本の内容をまとめる時間を作っています。読書自体はこちらの Kindle を愛用していて、お風呂の時間や寝る前にもちょこちょこ時間をとって本を読むようにしているんですが、学んだことを人にアウトプットしたいなと思ったり振り返りたいなと思った本は iPad でノートにまとめています。昔は読むのと同時進行でノートにまとめていたんですが、そうするとインプット自体に時間がかかるし読書のハードルが上がってしまうので、読んでる時に気になったところはこのように線を引いておきます。で、線を引いたところだけを iPad で振り返りながらノートにまとめていくというスタイルに落ち着きました。ノートはこちらのグッドノートがお気に入りです。 iPad はスプリットビューでこのように画面を2分割できるのがすっごく便利なんですよね。なので本とノートを横に並べて本の内容をノートの方にまとめていくようにして読書内容を整理しています。10時になったので業務を開始していきます。この日は近々開催されるセミナーの資料作りを始めるために、まずは頭の中のアイデアを書き出して大きい流れを作っていくという作業をします。私はすぐにパソコンに向かって資料を作成するのではなくって、ノートに書き出して頭を整理しています。なので先ほどと同じグッドノートにとりあえず考えていることを書き出していくっていう作業をしています。グッドノートはこんな感じでペンの種類を変えたりとか蛍光ペンを使ったり色を変更するのも簡単だし、何より検索ができるのがありがたくってとても重宝しています。 iPad はささっと頭の整理をしたい時のメモとしてもおすすめです。パソコンで作業をする時には
サブモニターとして iPad を使うことが多いです。画面を広く使いたい時とか、横に資料を並べてチェックをしながら作業したいような時はサブモニターとして使えるのがとっても便利です。 Mac をお使いの方であればサイドカーという機能がついているので、このようにディスプレイの設定のところから iPad というのを選択すればすぐに iPad 側の画面がサブモニターとして使えるようになります。こんな感じで横に資料を並べて2つの画面を行き来しながら作業をしたいような時にはサブモニターとして使うのがおすすめです。やっぱりサブモニターは私も一つ持ってはいるんですけど、割と高価なものも多かったりするので iPad をサブモニターとしても兼用するという使い方もおすすめです。続いて午後からは打ち合わせがスタートします。打ち合わせの時にも iPad が大活躍しています。まず打ち合わせの議事録も iPad で撮っていることが多いです。議事録はノータビリティというアプリを使うことが多いです。ノータビリティがなぜ議事録に向いているかというと、録音をしておくとその録音の内容とその時にどの部分のメモを書いていたかっていうのを紐付けてくれるんですよ。なので後でちょっと議事録をまとめている時とかに聞き返したいなと思った時、別で録音していると全部聞き直してだいたいこの辺の会話だったかなって思い出す必要があると思うんですが、メモと連携して聞き直すことができるのでとっても便利です。それからウェブ会議をしているとよくホワイトボードがあったらなと思うことありませんか？私は割とリアルの時にホワイトボードに書きながらまとめていくようなこともあったので、ウェブ会議の時にも今ホワイトボードがあればなというシーンがよくあります。その時は Zoom を利用されている場合 iPad があれば自分の手元で書いている映像をそのまま相手に見てもらうことができます。 Zoom の画面共有を選ぶとこのように iPad が選択できるようになります。でここで iPad を選択して iPad 側の画面ミラーリングのところを開くと Zoom が選択できるようになるので、タップをしてあとはノートアプリを開くだけです。するとこんな感じでですね、 iPad に書いているメモっていうのが相手の画面にも映すことができます。私はお仕事の関係上こういう構成図とかを書きながら説明することも多いので、これはとても重宝しています。続いて対面の商談に向かいます。商談の時も iPad を持っていけば安心です。対面の際も議事録は先ほどと同じようにノートアプリに記載していくことが多いです。あとは打ち合わせの資料もクラウドに入れておけば、このように iPad の画面でその資料を開いてその資料を見ていただきながらお話をすることもできます。なのでいざという時に必要になりそうだなと思う資料や、あと URL なんかをお守りとしてまとめておいてすぐにお客様に見せられる状態にしておくとすごく便利です。打ち合わせが終わったら少しカフェで作業をします。カフェで作業をする時も最近はよく iPad を使っています。私はロジクールのキーボードを使っていて、このキーボードはもちろん文章を打つこともパソコンと変わらない操作感でできるし、トラックパッドもついています。なので本当にパソコンを操作する時とほとんど変わらない環境で作業ができるので、気軽にカフェとかでささっと作業したい時にはおすすめです。こんな感じで文字を打っていくっていうのも簡単にできますし、 Google のスプレッドシートを使って資料を作ってまとめていったり、あとはプレゼン資料を修正するっていうことも楽々です。家に帰ってきたらまずは夜ご飯の支度をしていきます。私は自炊がそんなに得意ではないんですが、最近は少しずつ頑張っていて iPad でレシピをチェックしながら夜ご飯を作ることが多いです。気に入ってるアプリは動画の説明も入っていて、なんとなく簡単に作れそうって思えて料理のハードルが下がるので、このクラシルというアプリが気に入っています。
この日はどうしても手羽元が食べたくなったので、手羽元とキャベツのスープを作りました。レシピ通り作ったので、とっても美味しそうに出来上がりました。ご飯を食べる時も最近は iPad で Netflix でドラマを見るのにハマっています。ゆっくり映画やドラマを見たい時はプロジェクターを使って壁に映して大画面で楽しむことも多いんですが、サクッとご飯を食べる時のお供に動画を見たい時はこのように iPad が活躍してくれています。ご飯を食べ終わったら SNS 関連の作業タイムの時間をとっています。前までは iPhone でまとめてやってることが多かったんですけど、最近は iPad を使うのが楽しくなってきました。こんな感じで Instagram に投稿する写真を決めて、写真のフィルターをつけていったり、文字もアプリを使って入れてみたり、あとはインスタグラムのストーリーに投稿する時にも手書きの文字を入れたいなと思ったら iPhone だとうまく書けないので iPad で文字を入れるのを楽しんだりしています。あとは YouTube のサムネイルも iPad の方で Canva というアプリを使って作っていることが多いです。こんな感じでどの書体にしようかなとか、どんな色味にしようかなとか、ここに文字入れてみようかなみたいなのを考えながら一番気に入ったものをサムネイルとして使っています。一通り作業が終わったらお風呂タイムです。私はお風呂でも iPad を使っています。iPad は防水ではないので大きめのジップロックを買ってきてジップロックに入れて使っています。ちょっと長めにお風呂に入るように最近は意識しているので、入浴剤ですね、最近気に入っているこちらのバース、疲れが取れる気がするのでおすすめです。入浴剤を入れてアロマを炊きながら YouTube でお気に入りの YouTuber さんの動画を見たりとか、あとはドラマの続きを見たりしてゆったりバスタイムを楽しんでいます。以上、私が iPad を活用する一日をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。私は iPad はなくても全然なんとかなるけど、あるとより生活が豊かになるアイテムだと思っています。もし購入をお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry.